はい、こんにちは。こんにちは。こんにちは。5月1日がね、僕たちの結婚記念日だったので、そう。1周年ですね。で、これを機にちょっとお互いのことをもっとよく知ろうということで、本音で質問に答えていこうと思います。本音で喋れるように、片一方が質問に答えているときは、このイヤホンで聞こえないようにして、存分に本音で喋ってもらいましょう。どんだけ普通は本音言えないのかっていうまあ、ね、結構ぶっちゃけてるカップルだと思うけど、まあよりね本音を引き出しやすくね動画のためっていうよりもお互いのためにも ね本音で喋るようにしようかなと思います。面白そう。泉すごい今ロック聞いてるね。この人と結婚した理由は何ですか？そうね、最初本当に結婚するかしないか悩んだ。愛してるし大好きだから結婚したのは綺麗な答えなんだけど、自分のその関係性を他の人とか社会に見せたかったからのは結構大きい理由かなと思って。はい、この人と結婚した理由、結構好きだからしかないですよねまあ尊敬できる部分があったから、まあ、一緒にいてずっと一緒にいたいなって思ったのがストレートな理由ですね。多分あれかな、プロポーズされた時にすごい幸せだった。なんかあまりプロポーズされると思わなかったからすごいびっくりしたし、なんかいい思い出になったなと思ってます。多分トリは温泉の話とかしてると思うんですけど僕はなんかなでもデンマーク旅行に行ってで2人で鹿を見に行ったやつかな。なんかどこがっていうのはすごい難しいんですけど、なんかデンマーク旅行全体はすっごい楽しかったです。なんか本当に2人だけの世界みたいな感じで。言葉かな。こう親戚とか友達はね、私の両親とか日本語分かってないし、友達も日本語分かってないから、その紹介する時に結構大変だったりとかで、逆に泉のこう親戚も、私はどこまでどのぐらい日本語を理解できるのかとかそういう不安もあるんだろうから、そこはちょっとまあ大変だけど、お互いをこうフォローし合いながらあの乗り切るしかないなと思います。なんすかね、手続きがめんどくさいことぐらいですかね僕が迷惑かけたことはめっちゃあると思うんですけど、そのいろんなところにチャレンジできるのはすごい好きで、小さなバーとかそういうローカルな場所にもチャレンジできるのはすごい好きで。お互い情報のアンテナの張り方が全然違うんで、そういうのをクロスレビューみたいな感じで見比べて物事を見れるのですごい面白いですね。あとあんまり日本の芸能ゴシップの話とかあんまり好きでもないんで、そういうのも自然と鳥はアンテナに入ってこないんで、そういう話しなくていいのがすごいいいっすね。お互いが本当に興味あることだけを喋るのがすごいいいなって思います。子供と引っ越しというのが心配かなと思ってて、で子供だとやっぱりこう日本の学校に行くことになると思うので、その私が日本の学校のシステムについて何も全く知らないので、心配っていうよりは多分結構泉に負担がかかっちゃうかなって、私が全部そう理解するまでには。で引っ越しはね、なんか東京じゃなくてどっかに引っ越したいなって分野でずっと2人で考えてて、で東京みたいなそういう大都会じゃなくてもいいかなって考えているけど、田舎だと外国人が少ないところだと結構見られたりとか、やっぱり、別に悪いことされたりしないけど、東京に住んでいるからもうそういう感覚は忘れてしまっているかも。でそこはちょっと心配かなと思ってますけど、2人だと大丈夫。ちょっと子供がどう見られるかはすごい心配ですね。当事者なのは、周りのどう思われるかは、いくらでもフォローできるかなって思いますけど、子供はねちょっとだけ心配。おならです。直してほしいことか。
押すところがないでしょ。うんあ、こういうところ。今泉と2人でもう必ず一緒に晩ご飯食べるようにしてますし、朝ごはんももうほとんどいつも食べるんですよね、一緒に。それはおすすめです。私が好きです。奥さんとしてこれをやるべきだみたいなのを、そういう言葉を絶対に使わないようにしてます。鳥自身がやりたいことがスムーズにやれるような感じなのは意識してますね。実は私は子供がいましてないない、なんだろう、秘密ね。ないのもいいと思うよ。待って、なんか面白いのないかな、マジで。内緒でプレイステーション4を買おうとしてます。妻だからこれやらなきゃいけないとか、夫だからこれやらなきゃいけないみたいな、そういう決まりがなくて、そこ結構いいと思う。あとお互いを褒めるのは結構大事かなと思う。うちの場合は泉結構料理を褒めてくれたりするから、あとこの企画はどうとか、この動画はどうとか、そういうのを褒めてくれたりとか、お互いのそういう関係性がうまくいってる一つの理由かなと思ってます。うまくいってるって何をもって言ってるのか分かんないですけど、嘘つかないことと相手が嫌がることをしないだけじゃないですかね。私は基本的に一人でなりたいタイプじゃないです。うん。デザインを作ってる時と小説を読んでる時ですかね。なんかこう自分の内面世界に向き合ってる時は一人になりたいですね。和式やってみたいなと思ってます。洋式は何だろう、結婚式よりは普通に写真が欲しいかなって。で和式の場合はそのセレモニー自体が結構面白そうだから、一回やってみたいと思ってます。身内で小さめにやって、鳥が多分ウェディングドレスも和装もどっちもしたいので、そういうハイブリッドなこの形式でやってみようかなと思います。そういう視聴者も参加できるようにしたらどうだとか、ライブ配信だったり動画とかにしてそれをなんか見てもらうとかでもありかなと思ってます。仕事すごいできる人で、そう自分の仕事好きでプライド持ってるし、でなんか常にいろいろと勉強してるのはすごい尊敬しています。そのやっぱセンスがありますね。一人でブログ始めてここまで伸びてるのすごいし、続けてることもすごいし、あと自分の世界観をしっかり持ってるんで、こういう風に作りたい、こういう人間でありたいっていうのを強く持ってるんで、すごいそこは尊敬してますね。私は全然問題ないです。日本の食文化好きです。いや全然大丈夫ですよ。ウクライナ料理めちゃめちゃ美味しいと思いますし。一番最初のことを思い出すと、クール系であまり、なんだろう、もう付き合ってるからといってもあなたのものだと思わないでみたいな態度を取ろうとしてたけど、多分あまりうまくなくて、そこは。そんなに見え張る必要はなかったんですけど、僕はなんか国際カップルとか全然平気だよとか何も問題ないさっていうのを意図して、ちょっと器、本当は僕ちっちゃいんですけど器を広いふりはしてましたね。泉の故郷は鹿児島で、すっごい料理が美味しいの。もう魚とかめちゃくちゃ美味しくて、私がお刺身とかすごい好きだけど食べれないお刺身が結構あって、ウニとかあとイクラもそこまで好きじゃないし、だけど鹿児島の魚だともうウニもうまいし何でも食べれて、すごいなと思ってて。海が綺麗なのと自然が豊かなのと料理が美味しいことと、あとカフェがいっぱいあるとこですね。お酒を楽しむには最高ですね。うん。あとオデッサは観光地としてめっちゃ楽しいと思います。美術品とか美術館とか、あと名所がスポットが多い。
特に泉の実家かな、虫が多いなってまあ虫全般嫌いわけじゃないんだけど、雲とかね、あとまあその足が多い虫がすごい苦手で。これもね iPhone が盗まれそうになるところですかね国内旅行全然行ってなくて、北海道とか沖縄とか行ったことないし、8年日本に住んでいるのに。だからいろんなところに行きたいけど、一番最初に行きたいのは山口と、なんか辺り、福岡とか、あと長崎とかも行ってみたいな。なんか次引っ越すならどこかみたいな探す旅がしたいですね。まあ、候補的には鹿児島か福岡か、あと山口県とかのグルメツアーに行きたいですね。お互いはなんかクリエイティブもっとできるようにしたいかなと思ってて、今はいろんなアイディアとかやりたいことがあるけど、環境的にはやっぱりこう成り立たないことが多くて、子供、そうね、なんか子供も泉も猫もペットも全員が自由だったらいいなと思ってる。何でも喋れるような家庭にしたいですね。めちゃめちゃ爆笑する家庭にしたいですそうね、3年後は東京じゃなくて、なんか新しい場所に移動したいなと思ってて、ちょっとこう新しいスタート的な場所に行きたいなと思ってて、 YouTube だけではなく他のクリエイティブ活動とかももっと個人でしたいと思っていて、カフェとかそういうのをちょっと経営してみたいのもあるかなと。やってみたいことがいっぱいありますね。3年後だったら僕33か32か、家族と友達と自然に囲まれながら笑って暮らしたいですね。まあ、家を建ててそこでめっちゃ快適な僕のデザインの仕事と、あと YouTube のスタジオもで鳥がやりたいことが実現されているような気がしますね。はい、きっとそうなってると思います。どんな感じになってるんですかね怖い。後でお楽しみということで、まあ質問がいっぱい来ていたのでそれに答える感じにしようと思います。はい、はい、共通の趣味がありますか？共通の趣味って共通の趣味、まあガーデニングはそうね、ガーデニング2人とも好きだね。私最近泉が好きなラップにもちょっとハマってる。日本語ラップねそう僕ラップバトルを見るのが好きなんで、それが彼女も映ってて結構韻踏んだりしてますいえ、一番好きなラッパー誰？あれしてあれして泉鳥は綺麗好き？でもできてないね。そうできてないのはできてない。多分綺麗なのは好きだけどできないよね俺ら。確かに。どっちが家事を多くやってるの？量で言ったら鳥の方が多いかな。料理をね、料理めっちゃやるだったらもんね。そうね。4回に1回ぐらいしか俺作んないしね。掃除好きじゃないけどね。風呂掃除は俺がメインでやるね。お風呂？お風呂お風呂は確かにやったりするね。あと排水口とか汚い系。ね、そうそこはちょっと苦手。お金を一番使っているのは誰？または何に使っている？なるほど。多分そんなに2人とも使わないんじゃない？お金。確かにね。でもカメラ機材が金額としては一番大きくね。確かに。そんなにめったに買わないから。そうね。あとはちょいちょい服買うぐらいだもんね。すごいうち全くお金使わないかも。ガーデニングに一番お金が使ってるね。確かにここは多分もう20万ぐらいかけてる確かにね。木買うのが一番大きいかも。でもまあ共通の趣味でもあるからね。どっちがっていうのもあれだけど。私も国際カップルです。結婚前に同棲するのは良くないと彼氏に言われたらしい。良くないのかな。でもした方がいいんじゃない？結婚する前に一緒に住まない方がいいよってよく言われるけど、なんか結婚する前に一緒に住んでみて、超合わないってなって別れたらむしろダメージ少なくていいんじゃない？あとよく言われるのは、その男性が結婚したくなくなる、なんで結婚しなきゃいけないみたいな。そんな男性と結婚したくないから外れを見分けられていいんじゃない？どっちにしろ同棲した方がいいんじゃない？なるほど。それを見分けるために。なるほど。ただ経済的なとかお互いに
すげえ負担がなんか、あねなんか 1K に無理やり住むとかまあ俺ら無理やり住んだけど、うんまともな生活ができるはずだったのに無理をして同棲をするっていうのは良くないかもしれないですね、でも基本的には相性のマッチングっていう意味ではした方がいいんじゃないですかね、どっちの方が料理上手？私けでもどそこは泉も味付けがうまいね。そうなんかジャンルがあるよねねもちろんヨーロッパとか洋風料理とかトリノが全然うまいし、あとアレンジとかのレパートリーとかね、バリエーションいっぱい作れるよね。そうそれがやっぱ和食も中華も基本的に料理好きだしね一番ねそうねだからトリの方が料理上手だと思います。すげえジャンキーな味付けとかマヨネーズをめっちゃうまく使う使ってとか味濃い系のなんか大学生の一人暮らしのにおすすめできる料理は俺の方がうまいかな確かうん、にお腹空いてきた。そう思った俺も超お思った腹空いてき思った YouTube だけで生活しているの？た。してません。だいたい5分の1ぐらいかな全体の収益のそうね自分の稼ぎの、やっぱ5分仕事はね大きいよね。そうね細々とやっていますどっちが YouTube やろうって言い出したの？もともと私が YouTube ね何年も一人でやってたから。トリがもうずっとトリがやっぱなんかさりげなく俺を映し出した、きっかけかなちょこちょこはい、YouTube チャンネル多すぎだよって言われてるって、マジで。なるほど。今鳥ちゃんチャンネルそのロシア語で喋ってるそうそう日本を紹介するチャンネルでこのチャンネルあとゲーム実況のチャンネルねとあと最近鳥が頑張ってるトリズハウストリズハウスっていうね結構日本の生活を美しく撮るみたいな感じでめっちゃ真面目に撮ってるんですけどまあ、ジャンル全部違うとまあね私がクリエイターとしても視聴者としてはもしかしたら同じ人が映ってるからまとめてよって感じだけどクリエイターとしてはなんかまあね違う気持ちで撮っているからそうね分けたいなって思ってて、ねチャンネル自体が作品みたいな感じでね、そう特にアートチャンネルは結構混ぜない方がやっぱいいよそうねいいなって絶対俺は視聴者目線思ってるね、あとゲーム嫌いな人とかもいるからそこもやっぱしっかり分けた方が見やすいかなって、ね、トリ&イズミはどんな YouTube チャンネルにしたい？どんな YouTube チャンネルにしたい？どんな風にしたい？どんな旅行もっと行きたいね。おお、俺はものづくりがもっとしたいかな。ものづくりね、ものづくりもいいね。そう DIY とかねせっかくデザイナーだしさ確かにそうね今ちょっとデザイナーっぽいこと何もしてないから、ちょっとそこもねそうやりたいね。これ私もやってみたっていうのをね、すごいすげえ見るの好き好きなんでです。一番好きかもね、楽しい。企画どうやって考えてるのってご飯食べながら考えてるね。なんかブレストはそんな感じじゃない？もうお互いになんか思いついた時にそれはね、こうシェアして今のリズム的に週1本ぐらい出すっていうのがあるから、次来週何するみたいなの自然と出てくる、確かにでスプレッドシートに企画をこう書き込んでもしてで2人で次これみたいな、何個かストックがある感じに常にしてますね、お互いの家族についていやもうすごいウェルカム状態だよね。イヤホンした方がいいんじゃない私そう全然聞いてていいよ。いやめちゃめちゃよくしてもらってるでしょ。いや俺逆の立場だったら何このこのジャパニーズこのジャパニーズ話さないしどうコミュニケーション取ればいいんだって思われてもしょうがないじゃん。いやすごいよくしてくれてるもうトリはうちの家族もちろん好きだよ、お兄さんとお姉さんもねすごい飲み会とか、みんなで行ったり、あと泉のお母さんとなんか似てるなって。ガーデニングはめちゃめちゃ似てるね。私が、肉食べないとかすごい覚えてくれたりとか、それでもう肉なしの料理をわざわざめっちゃ作ってくれたり、うちの親戚とかも一瞬で忘れるから私が肉食べてないんだいやむしろトリのおばあちゃんはあれじゃん、カゲタパキエフスキーが俺が好きなのめっちゃ理解して覚えてくれてなぜか泉のカゲタパキエフスキーは覚えてるのにめっちゃ覚えてくれてトリも食べるみたいな、食べないよってありがたいですっていう感じですかね。ありがとうございました。質問ありがとうございましたということでこれで僕たちの仲が深まると思います最後の動画かもしれない、それじゃあ皆さん今までありがとうございましたありがとうございました今までありがとうございましたさよならってさよならっつってよいしょ。